相手とのディスタンスをアジャストして、飛んだ時の逆膝をしっかりとして、あれだけやると同時に陰にこうチェッて飛んだ時にこう。よく19日の試合でね、私はね、ここでこう、審判の手を挙げなかったと。どこ悪いんだろう、それあなたは立ち方悪いんじゃないのって、だから力がタイミングよくいったとしても、タイミングだけじゃはっきり相手にダメージはできないんだから、それに力を加えるのはやっぱり前に置いた立ち方があるでしょう、って俺よく言うんだけどね。だからそのインサイドのテンションとアウトサイドのテンションを使い分けるっていうのはやっぱりこの間合いですよね。だから上手な人はね、そっとポッとくるときに、下手な人は全然打つ出すでやる。うまい人はそっと打ちに3で自分の体で楽に集中できるように立ち方を変えちゃう。このテンションっていう集中ね、体をとってするのは、例えば今度はね、このあれになるところでポッと打ち締めたら、この前はいつまでたっても知りませんから、だからこの後でもそう合わせたテンションの形に変えて作って選手が文句を言う。だけど先輩ね、それもポッてやりましたよっていう時に、これで前屈出してね、外に張ってやってるんですよ。それですからもうこの前は力集中はこれできないからね。だからあんた産地知ってるって言ったら、俺もちろん半月やりますけど知ってますね。なんとそれでこれチッと変えてみなって、そうするその時の好きな力ってのは自分で動くもんだから分かるでしょうって教えてるんですけどね。やはりあれですね、すごく今さらっと教えていただいたんですけど、実はすごく深い話だと思うんですね。っていうのがなかなか基本と組み手のこの関係性っていうのを理解するのは非常に難しいと思うんですね、体に。やはり一つ一つの立ち方、例えば前屈であったり、騎馬立ちであったり、三鎮であったりっていうのは点で練習してるっていうことだと思うんです。で、今先生がおっしゃられたのは、臨機応変にこれを使いこなすまで練習しなきゃいけないというのは、この点を線にして流動的に使わなきゃいけないっていうのを、非常に難しいことをさらっと今ご説明いただいたと思うんですけれども、そういうことですよね。そうです。結局流れを止めるの。だから基本でもそうですよね。トンじゃダメだ。こんな3つを一つのあると考えてる途中で止まらないで3本つきなさいって言うと文句言う人もおるわけです。言わないですよ。言ってるよ。今本音が撮影中にポロッとね。でもこれはさらに立ち方にまた戻すと、非常に多分さらに今は立ち方で、例えば前屈立ち、騎馬立ち、後屈立ち、三鎮立ちと不動立ちとかそれを線にしたっていうけど、でも例えば今ちょっと前にお話しされた通り、例えば前屈立ち一つをとっても長さが間合いが違うっていうふうになってくると、これを一つ一つ区切ると、この一つ一つの立ち方に5通り10通りの前屈があって、5通り10通りの騎馬立ちがあってっていうことを考えると、さらに点が増えて、それを全部流動的に使わなきゃいけないっていう、これは相当な高度な熟練度を必要すると思うんですけど、表現力ありませんからね。だけどそれはそれで今のところまだ足も動くし腰も動いてるから簡単に使い分けられるんだけど、もうちょっとするともう引っかかると思いますよ。今見せていただいた一瞬でも、例えばこう立っているだけなのに、こっちにある手をスッて動かされた
ですよね。またそれだけそれもすごく流動的。例えば僕とか若いまだ熟練度の低いとかやるとなるとやっぱりこうカクカクパッパッって動きになるんですけど、先生の方がこうスッと入られるとこれ立ち方もすごく流動的、動きも流動的、受け入れ方としては気持ち悪いですし、分からないですよね。反応しづらいということですね。ものすごく反応しづらいですし、でしかも同時にまさに空手は夫婦でって言いますけど、先生の場合ほぼ同時に入ってこられるような感覚があるんですけれども、ちょっとそこら辺を見せていただければ。相手が内に締めてるか、外に締めてるか、まずそれを探し当てなきゃならないし、うちに仲間さんがふっと締めてるのね、これをやったら初めからもう本能的に分かるわけです。ぐっと締めたのに、これやったらもうあなた待ってるわけだよ、簡単にこう。だから逆にこれをスッとうちにまさかと思う時にこう入り行く逆心理ですよ。それ今日っていうんですかね。先生の今のいつも思うんですけど、先生の逆好きっていうのはなんかこう間が絶妙と言いますか、例えばこうトンっていう入り方だと僕も受けやすいで、もちろんこうパンパンっていう受けでもなんとなくこう一瞬で受けられるような気がするんですけど、先生のこう危ないですよね、上から行くの。こう先生のこうまさに下から行かなきゃ。頭の中であれ浮かされたなで入られると今日疲れるっていうんですかね。これで受けようと思っても受けられないですよね、タイミングが違すぎて。やっぱりその一番最初に習う基本中の基本の、例えば5本組手だったり1本組手だったりっていうのはこうパンパンって、もしくはちょっと上手になったとしてもこうパンパンってこのタイミングじゃない、その1から10の間のどこか気持ち悪い今日が感じられるんですよ。それはやはり先生の感だから本当にね、入っていくんだけどね。そこにただ技だけを持っていくのか、体の手を持っていくのか、そこの差が難しいと思うんだけどね。だけど結局私らの時代はこうだから1プラス1がみんな2だからっていうような計算はないわけで、もう本能で言ってますからね。だから今度は合わせて転写にしてる場合だったら、こんな逆ですよね。うちから入りくって入っていくっていう。だから逆を常に驚きを与えなければ、我々みたいな体のちっちゃい人はチャンスはないですよね。その今日つくこのタイミングっていうのは、先生はやはりその経験で相手をたくさん試して、そうですよね。結局計算できるもんじゃないけど、勘なんですよね。だから説明できないんですよ。例えばそういう使うさばきね、この切り替え運動をね、本当に一緒の勘で入るって言うんだけどね。手が来るか足が来るかって本能的に大体この肩の辺とか、下半身とか、ここの動きね、これが引っか、極端に引くとね、このモーションで釣ってるなってことすぐ分かるから、これがいいと思うんですよ。そっと、これを動かないで、その時はこの人は蹴りたいかな、つきたいかなって、それをまた判断すると、この前に出る動作っていうのは手でも入れるし、手でも本当入れるし、だからね、どうしても1プラス1が2だっていうわけにいかないんですよ。やっぱり本能でもってついてくる。それに今のとこのままであれだから
これは多分こう横から見てると分かんないと思うんですけど、入ってるの全部きれいにみぞおちに入ってるんですよ。今軽くやっていただいてますけど、たまったもんじゃないですよね。こう受けられてて、受けられたなっていう今日の時にグリッと入ってくるって、これはしかもそのタイミングがまさに今日っていうので、いろんなものが混ぜ合わさってる、絶妙ななんかこうタイミングであり虚実を突かれているっていうのを本当に多分見てる方にはお伝えしたいですね。で本能っていうのはね、鋭くもある時によったら不思議に緩慢で危ないもんであるんですけどね、だからそこのとこ結局相手に感じさせないで、相手が気が付いた時にはもう手か足かどっちかが相手の体に触ってるぐらいじゃないと、それともただね、おそらくこの的にするのはもう前じゃないですよね。だから常にコースが突き抜けるから、常に抜ける感じですよね。だからここを目標にこうピシッとつくんです。だから巻き上がるとまではね、前でこうピシッと合わせたんではこうよく伸びというか言葉を使うんだけど、手の伸びっていうのは全然体の伸びっていうのはできないんですよね。だから大体拳を一つ出してそれで前屈で作る練習してるんですけど、